おはようございます。めぐりかみたいちです。今回は子牛の腎臓を使って94ココットしていきます。ソースはマデラソース、ガレンチュールはエシャロットをコンフィにしたエシャロットコンフィをつけます。今回94ココットを紹介しますけども、オーブンなどには入れずにですね、じっくりココットの中で火を入れていく方法のことを言います。あと最後仕上げにですね、マデラソースのリエゾンとしてロボゼした時に出ている血を使ってマデラソースをリエしていきます。ガルチュールのエシャロットコンフィは一緒にクイオンココットする時に入れて子牛の油の中でじっくりコンフィにしていきます。とてもとろっとしてですね美味しいので、ぜひ試してみてください。それでは始めましょう。これからですねプレパラーション下ごしらえしていきます。まずロニョンですけども、油が白いものをよく選びます。そして匂いがあまりないものですね、アンモニア臭がしないものをもちろん選んでください。今回のポイントですけども、油がついたまま、94ココとしていきますので、油がですね均等の厚さになるように、どの場所でも均等な厚さになるように油を添えていくという作業がとても重要になります。ここ非常に丁寧にやってもらった方が料理の仕上がりがだいぶ変わってきます。もちろんその最初からむき出しになっている部分はですね、後で削いだ油をですねつけてフィッセルしますので気にしないでください。あとその他ですね、きれいになるべく均一な厚さになるように油を揃えていってください。この時のポイントというかコツですけども、手で触りながらですね、なるべく中のロニョを感じながら、なるべく均等な厚さになるように手で触りながらどんどん油を添えてやってください。このように均等な厚さになったらですね、むき出しになっているロニョンの部分をカバーするために最初の方に置いておいた油をですね切っていきます。だいたい1センチ弱の厚さにですね切って、これを今からむき出しになっているロニョンの方につけて後でフィッセルしていきます。タコ糸で縛っていきます。それではタコ糸で縛っていきます。まず横の部分、側面ですね、側面をまず一周、これはですね縛るというより形を整えるためなので、そんなに強くなくて構わないです。はい、続いてタコ糸を縛っていきますね。まず上の方から、これ大事なポイントですけども、裏の面ですね、裏の面がまっすぐなっているかですね、タコ糸を動かしながら気をつけて気にしながらやってください。それではタコ糸のですね端を左手で持って右手で輪っかを作りながら、もちろん裏ですね、裏の部分がきれいに通っているか確認しながらかけていきます。はい、このように左右に引っ張れば勝手に締まります。はい、左手で端を持って輪っかを作ってロニョンにかけていきます。それで下がまっすぐかどうか確認しながら左右に引っ張って糸を締めていきます。はい、これの繰り返しです。はい、裏の部分はですね一つ飛びで、引っ掛けるだけで構えないでかけていきます。で今ロニョンがちょっと出てるところが見つかったので、先ほどの油の残りでですねこういう感じにロニョンをカバーしていきます。フィッセルのかけ方ですね、タコ糸のかけ方ですけども、他の動画でも紹介してますので、それを参考にしてみてください。何回もかければですねだいぶコツがわかると思いますので、家で、ロティする時とかですね簡単に練習がてらやってみてもらったらいいと思います。はい、これで完成です。続いてエシャロットコンフィのエシャロットをですねプルシェしていきます。この時ですけども、もちろんきれいに1枚薄皮、乾いた皮を剥いてですね、芯の方きれいに残しながら根っこギリギリのところでこういう感じに切ってあります。ニンニクはエプルシェしてですね半分に切って、中の芯を取ってやって、このような感じに円満性にしてあります。それでは汗染めですね、下味をつけていきます。今回丸のまま、油がついたままロティ94ココとしますので、普段よりも多めに塩コショウですね、塩コショウで汗染めしてやってください。このような感じに塩、コショウ丁寧にですね全体的に4面きっちりかけてやって、その後最後は手でよくすり込んでやってください。それではココット温めてですねロニョンの方を給油していきたいと思いますけども、火加減は、中火より若干弱火で、下の面からじっくり、油を引かずに焼いていきます。
この時中火より若干弱火でですね、蓋をしながらじっくり焼いていきます。この間にですね、エシャロットコンフィのエシャロットをブランシしていきます。ブランシですね。もちろん、水と塩を入れて、冷たい水から一沸かしさせて、あとパッセして置いときます。パッセですね、水気を切って置いときます。はい、そしたら10分経ちましたね。この間、オーブンなどには入れずにずっと中火の弱でゆっくりずっと火を入れていってやります。この時だいぶ油が出てきてますけども、この油そのまま置いといてください。はい、それではひっくり返してまた蓋をしてですね、中火の弱火でゆっくり焼いていきます。94ココットの利点ですけども、下からですね熱でロティ、よく焼きながら、あと、蓋がきっちり閉まってますので中に蒸気が発生するんですね。その蒸気でもゆっくり火を入っていくっていうので、94ココットは非常に、優れていますね。で、先ほどブランシしたエシャロットを入れて、油がですね、棒の油がいっぱいあるところでゆっくりコンフィしていきます。この時時々鍋をですね揺らしながらエシャロットをきれいに混ぜながらですね、ロティ、94ココットしていきます。はい、それではまた蓋をしてですねゆっくり焼いていきます。7分経ちました。この時ですね、こんだけバプールスチームが出ますね、蒸気が。ということはですね、下からロティされながら上の面はですねココットの中でスチームで火が入っているということですね。これが94ココットの原理です。はい、このような感じですね。常に混ぜながらゆっくり、シャロットも焦げないようにですね、子牛の油の中でゆっくりコンフィしていきます。あくまでも時間はですね目安であってですね、ロニョンの大きさ、腎臓の大きさだとか、ガスの強さによって変わりますので、その都度こういう感じですね、手で触って火の入り加減を見ながら、仕上げてやってください。今回火が入りましたのでロポゼ、はい、お皿を2枚重ねてですね、片方を裏返しにして肉汁に浸からないようにロニョンを、ロポゼ休ませてあります。アルミホイルで包んでですね、もしオーブンがあるのであればオーブン60度ぐらいに設定して、その中に放り込んで94ココッとした分ですね、だいたい40分ぐらいゆっくり休ませてあります。休ませてる間にですね、エシャロットコンフィの方まだ火が入ってないので、ゆっくり油の中で火を入れていきます。94ココットのいいところはですね、こんだけスチームが漏れないということですね。なのでゆっくり火が入って美味しく仕上がります。それではソースの方仕上げていきますね。先ほど切っておいたニンニクを入れてよく火を入れていきます。はい、それではデグレッセ、油を取っていきますね。ニンニクにも火が入りましたので、余分な油はとりあえず横に置いときます。で、余分な油が取れたですね、白ワインを使ってデグラッセ、うまみを剥がしていく作業をしていきます。白ワインですけどもシャルドネなどでですね、あまり甘くない酸味のあるものを使った方がいいと思います。はい、これでうまみを剥がしてあります。続いてマデラを入れますね。マデラを入れて、アルコール分を飛ばします。フランベという作業ですけども、今回火はつけなくていいです。火をつけてしまいますと中のものが焦げてですね、匂いが移ってしまいますので、アルコール分を飛ばすだけでいいと思います。はい、続いてレデュイですね。分量大体半分ぐらいレデュイしたらフォンドボを入れます。フォンドボの動画はそのうち上げますので待っておいてください。フォンドボがない場合はですね、10度ボラ油の骨を子牛の骨に変えてですね、とりあえずそれで代用してもらっても構わないと思います。ソースがいい感じにレデュイされたので、先ほど取っておいた油ですね、キウイソンの油で、モンテしていきます。油とポゼしてる時に出ている血ですね、肉汁を使ってソースをリエゾンしていきますね。この血を入れて、この時火はもう弱火にしてますね。気をつけてください。血を入れてゆっくりとソースを混ぜてですねリエしていきます。はい、このような感じですね。はい、この血を入れてからですね、絶対に沸かさないでください。はい、このような感じですね。ソースもだいぶ光ってきました。いい感じになりましたね。最後必ず味を見てですね、ちょっと生の、マデラ酒で味を締めるために赤ワインビネガーを入れて、最後胡椒ですね入れて味を整えて出来上がりです。
はい、非常に光っててですね、美味しそうなソースが出来上がりました。盛り付けですね、ドレッシングをしていきたいと思います。まずフィッセルを外していきますね。このような感じで包丁で切って外していきます。はい、その後ですけども、はい、包丁を使ってですね、油を取っていきます。このような感じですね。なるべく傷つけないように丁寧に油を取っていきます。はい、美味しそうに焼けてますね。このような感じで油は取っていきます。あとはですね、横からトロンシュにしていきますけども、この時気をつけないといけないのがですね、真ん中1枚目2枚目はいいんですけども、真ん中の方にですね、血管が通っている管がありますので、それは包丁できれいに取り除いてやってください。はい、このような感じですね。中の部分、中心部分のこの管ですねはきれいに取ってあります。はい、このような感じですね。はい、それでは盛り付けしていきます。このような感じでですね、厚めにスライスしたロニョンを、皿全体に並べてですね、ソースとエシャロットコンフィを上からナッペきれいに、上からソースをかけてあります。この料理初めて食べたのはですね、20年ぐらい前にアラン・シャペルで食べたのを覚えてます。すごい衝撃でしたね。腎臓を食べるっていう習慣はなかったので、フランスに来て食べてすごく美味しかったのを覚えています。日本で手に入るかどうかちょっとわからないですけども、ぜひ手に入ったら試してみてください。お疲れ様でした。ボナペティ。